はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの BG ライフゲインを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、日本選手権トップ8経験もあるメンバーの方が作成したリストですね。BG ミッドレンジではあるんですが、一般的な髪型ではなく、ライフゲインシナジーを重視したもので、ガムドロップの毒殺者が4枚がっつりと採用されたリストになっています。現環境で大活躍しているコウモリですが、ハンコを持っているため毒殺者とも相性が良く、よりサイズの大きい生物も倒しやすくなっていますね。また、ライフゲイン手段が豊富なため、万能除去である苦々しい勝利も使いやすく、特に除去がしにくいスクーナー戦もメインからしっかりと除去ることができるので、問題なく4枚使えるのはかなり偉いかなと思います。新カードとしてアクロゾズも採用されていて、こちらもライフゲインシナジーがあるのと、生き残った時のバリューがでかいということで採用されているという感じですね。はい。ということでこちらのリストですが、スタンダードイベントでしっかりと勝ちまくったものになりますので、実際にどんな感じで回るのか見ていきましょう。さあ、1戦目、こちら先手ですね。これは即キープ。2マナ除去があるのと、3ターン目からしっかりと動いていけるということで、悪くはないハンドではあるかなと。ただできれば2ターン目の、アクションが欲しい感じではありますね。さあ、相手スクレルブを即、これは除去っていく。結局スクレルブが残っていると、生物をね、除去ることができないということで、ここはもう即切っていきましたね。あとはその青白系ってなると、こんな感じで構えてくることが多いということで、自分のメインのうちに除去っていくのが、正解ですね。さあ、ここは肉体ぐらいを出していく。相手は止まってはいるんですが、ここには何も打ってこず。これで相手は、2マナの瞬足生物は持っていないということは分かりましたね。さあ、相手ラフィン単体ということで、ここはしっかりとリリアナで除去っていく。こういう展開だと、リリアナはかなり強いですね。さあ、そして、これはアクロゾズが活躍する試合を見ることができそうですね。相手が除去を持っているかどうか。さあ、さらにラフィン。なるほど。一応アクロゾズがこれブロッカーになっていくので、さあ、そしてベリアナで自分の手札も捨てていく。相手ラフィン3枚目。なるほど。さあ、さらに3点ドラインで、13対21と。状況は持ってそうな感じですね、これ。はい。ただ、アクロソズは神のため、タップ状態で戻ってくることができると。で、アクロソズね、結構戻ってくる条件が緩いので、なんなら次のターンにこれもうひっくり返すことも可能ですね。さあ、そしてスクーナー戦が出てくる。お、なるほど。これはもう一回そのままアクロソズ出しそうですね。さあ、44飛行反コン。で、残ってしまうと、相手はもう、どんどんとね、ディスカードが発生するという状況ですね。さあ、相手ここでシェオルドレッド。ライフが結構、きついですが、ここはルーティングをしていく。2点ゲインをすることはできるんですが、アクロザズがいるため、捨てるカードによっては、はい、クリーチャーがね、出ていきますね。さあ、2点ゲインで残り11点。ただし、映画場がなければ、相打ちを取っていける状況。さあ、これはだいぶ有利な状況ですね。まずはもう、フルパンしていけそうですね。さあ、殴ってアクロゾスで、ワンディスカードが発生。さすがにここで投了ですね。アクロゾスが強すぎる。さあ、相手エスパーなんですが、スクレルムまで入っていたんで、おそらく、エスパーレジェンズっぽいですね。おそらくラフィーンとか、シェルドレッド用に一貫の割をちょろっと入れている感じですね。特に入れたいものもなさそうなので、これでいきますね。さあ、1本目勝って2試合目。即マリガンからの、これは即キープですね。重たいアクロゾズを、はい、ボトムに送っていくと。さあ、相手は7枚キープからの、
一旦目スクレルブ。これがね、やはり強いですよね。まあ、ただ除去は結構豊富に、あるハンドということで、まあ、なんとか、サリア。なるほど。まあ、これエスパーレジェンズの一番強い動きですね。まあ、特目をこれ打つことができないということで、コウモリを出すしかない状況。サリアをなんとかこれ抜いていかないとかなりきついですが、一旦これはマルコも抜いていきそうですね。うん。さあ、ここから、スクレルブ、そしてサリアを除去っていかないといけないんですが、相手に次4枚目の、アンタピントチを引かれると、まあ、かなりきつくなっていきそう。さあ、3枚目を引いたことで、特目を打つことはできますが、これどっちでいくかな。特目でいく。うん。まあ一応1点ゲインしているということで、毒殺者をね、出しながら、スクレルを除去ることもできたんですが、ここは、特目を選択しましたね。さあ、ここは下水王。うん。結構展開的には、きつめな感じですが、グリッサ出しますかね、ここは。お、毒殺者行く。まあ、サリアを除去りたいという感じですね。なんか毒殺者って今まではそんなになんか使いづらい印象があったんですけど、コウモリが出たことによってこうやって、まあ、特に何をするでもなく相手のクリーチャーを除けることができるようになったんで、だいぶ偉いですね、コウモリの登場が。さあ、相手ここはそのままターンを渡してくる。うん。さあ、下水王も除去って、まあ、フルパンしていきそうですね。ただ相手構えてるんで、まあ、瞬速クリーチャーとかがある可能性はありますね。さあ、マルコム。これは即除去っていきそう。お、除去らない。なるほど。まあ一応相手のターンに打つことによって、ラフィンとかをね、警戒することができるんですが。さあ、ここはラフィンは出てこず、そのままマルコムを除去っていく。ダニ、うん。からのサリア。まあ相手3マナで止まってはいるんですが、もうずっとフルで動きっぱなしですね。そしてこちらも別にそんなに動けるわけではないので、コウモリで殴るしかないという状況。さあ、そして満を持してシェオルドレット。ちょっと、どうですかね。一応、グリッササンスレイヤーによって、ドレッドは止まっていくんですが、さあ、ここはもう殴る判断。うん。まあ、追加の何かしらを引いていきたいという。ラリコッパイ、悪くはないですね。一応まあこれで、スクレルブは除去れるんですが、どうですかね。そのままターンは出していく。まあこういう値は、まあ使うなら、使ってくださいという感じですかね、これは。さあ、6点アタック。まあ、ただ、こちらもライフゲインは結構できるため、そこまではという感じですかね。さあ、一旦スクレルブを除去っていく。こういう打ちを使うのかどうか。まあ、ただ相手、うん、まあ、土地を使いたくないという判断ですね。お、この毒殺者は結構偉いですね。これフルパンできるんで、4点ゲインできれば、まあ、ただドレッドまでは一歩及ばず。さあ、ここは後ろで、グリッサを除去っていく。結構悩ましいですね、これ。まずは、探検をしていく。お。いやー、どうか。まあ一応サリアを除去れて、で、次のターン、毒殺者でドレッドもおそらく除けれるということで、まあここは、切り崩しをそのままトップに置いていきましたね。さあ、ただ相手こういう地で一旦、守ることができる。お、殴るなるほど。これは結
構有利になりそうですね。まあ3点ゲインするため、まあほぼ意味がないアタックですね、これは。まあ、一応2点ライフゲインすることはできるんですが、さて、これはサリオを除去ってから、で、殴ってから毒殺者ですね。さあ、残り6点から毒殺者が出てきて、ドレッドもそのまま除去っていくと。いや、毒殺者が強かったですね。GG。さあ、2試合目見ていきましょう。こちら先手。まあ割と良さそうなハンドですね。コウモリから入って、肉体ぐらいまで繋がっていくと。さあ、相手はワンマリガン。まずは、相手のデッキチェックですね。さあ、双剣山。これはまだわからないですが、さあ、コウモリで確認していきましょう。あ、なるほど。恐竜ですね。これは、一旦マナクリ抜いていきそうですかね、自分だったら。相手マナクリ出すことによって、3ターン目にね、4マナアクションができるんで、って感じですが、さあ、これはどれを選択するか。まあ、やはり、これはマナクリを抜いていきましたね。まあ、恐竜デッキはね、おそらくそんなに、邪気は入っていないんで、まあ、しっかりとマナ加速を防ぎつつ、じわじわと倒していく形になりそうですね。さあ、まあ、アタッカーを先に出しておきたい展開。まあ、手札に除去がね、3枚あるということで、先にクリーチャーを出してから、で、後々のクリーチャーをね、どんどんと、対処していくという形になりますね。さあ、66は出てくるんですが、これは除去ることが可能。まあ、ただこの動き、恐竜デッキの、一番強い動きですよね。お、さらに除去を引いてくる。まあ、除去していきそうですね。さあ、3点のライフルーズはあるんですが、まあ4点ゲインすることができるため、まあ実質1点ゲインしながら除去を打っていくと。さあ、まあ恐竜相手だとこのハンドはかなり強そうですね。まあできれば2アクションを取りたいんで、4枚目の土地が欲しいという感じではありますが、さあ相手肉体ぐらいを触ってきているので、まあ除去を持っている可能性はありますが、で、土地を置いてきてないんで、土地は持ってなさそう。お、なるほど。カルノサウルスでコウモリの方を除去っていく。まあ、マナ加速をしたいので、先にマナクリをもらっていったという形ですね。さあ、ここはベリアナで、相手のクリーチャーを消し去りつつ、で、まあ、展開も防いでいくと。これで相手は、まあ、猛竜を出すか、はい、マナクリを出すかという形になっていきますが、これには対処することが可能と。さあ、ようやく4枚目の土地を引いてくる。まあ、除去ってからのコウモリですね、これは。相手の、どっちかな。まあ、5マナアクション抜いていきそうですね。まあ、トークンをね、並べられるのが結構めんどくさいんで。で、これはもうプラスしていきそうですね。さあ、ラリコッパイを捨てつつ、で、これでもう除去を打てて、で、リリアナのマイナスも打てるっていう状況なんで、まあ、何が来ても、対処することが可能ですね。さあ、猛禽が出てきますが、はい。これは、お、マイナス使っていく。なるほど。まあ、除去は温存ですね。さあ、4点。通って残り5点まで。まあ、さすがに、強いの出てきますが、まあ、確定除去は持っていますと。まあ、ライフはかなり余裕があるんで、3点を払っていく。ここでさすがに投了と。GG。さあ、サイドボーディング。まあ、除去を増やしたいんですが、まあ、効きにくい、ラリコッパイを抜いて、一貫の終わりを入れていく。まあ、ただ基本的にもうメインから有利そうなんで、そんなに入れ替える必要がなさそうな感じですね。さあ、1本目勝って2試合目。土地がちょっと不安ですが、これはキープしていく判断。
まあ、1ターン目これアンタップインできないのもちょっとあれですね。さあ、マナクリが出てくるんですが、ここはタップインしかないため、切り崩しは打てずと。さあ、さらにマナクリ。からのマナクリ。なるほど。これは、コウモリ行くのかな。うん。まあ、でかいクリーチャーを抜いておきたいんで。ああ、なるほど。このハンドだと、まあ、相手がその、でかいクリーチャーをいつ引いてくるかっていう感じですね。まあ、ただこっちの除去がそんなに効かない。お、さらにマナクリ。なるほど。さあ、マナクリビートをしてくる。まあ、相手これマナクリしかいないんですけど、結構嫌な展開ですね、こっちからすると。さあ、まあ一応でかいクリーチャーに対する、対処手段は、2枚はあるんですが、それ以上連続で引かれてしまうと結構きついですね。さあ、ここはマナクリビートをしながら構えてくる。うん。まあ、毒殺者いきそうですね。うん。さあ、マナクリを1体除去りながら、3人ハンコンを出してくると。うん。さあ、でかいクリーチャー出てくるんですが、こいつに対しては対処は可能。まあ、展開としてはそこまでという感じではあるんですが、ただこっちもね、ちょっとこれ、動きづらいですね。これ66に打たないのは何だろう。まあ、めちゃくちゃ上手いプレイヤーなんで、何か意図はありそうですが。さあ、ガムシロップ除去られて、7点が入っていく。さあ、残り5点まで。結構きつくなりますね。一貫の割2マナで打つことはできるんですが、相手の手札は、まあ除去と。相手エターリも入ってる。なるほど。まあ、マナクリが大量に入ってるのはそういうことですね。さあ、ただこれ、いや、マナクリビート完遂されそうですね。結構きつめ。で、さらに相手、ミシュラランドもあるということで、これはさすがに負けてそうですね。一応肉体ぐらい出せるんですが、肉体ぐらい除去られてしまうので、いや、さっきの、66に打たなかったのはミスっぽいですね。たまになんかエイムミスありますよね。アリーナだと。さあ、ここで、まあさすがに投了と。まあただエイムミスなければ全然いけそうな感じだったんで、うん。まあサイドもそのままで3試合目に突入と。さあ、1勝1敗で3試合目。うん。まあこれは悪くはないですね。まあただ2ターン目にクリーチャーが出せないのは、ネックではありますが、まあただ除去と。まあ恐竜相手にはなかなかいいハンドではあるかなと。まああとは土地が、しっかりと伸びるかどうかですね。さあ、まずは、3人の恐竜が出てくる。いいですね。さあ、土地引いたので、まあ一旦クリーチャー展開を優先していくかなと。うん。まあ、次のターン66で殴られる可能性はあるんですが、はい。まあ強い動きですね。まあたださすがにね、クリーチャー展開優先した方が強いんで。さあ、6点入って残り14点。で、多分33殴りながら毒殺者出していくんじゃないかなと。うん。さあ、3人反抗が出ながら3人を除去っていく。まあ、相手からするとこれクリーチャーをね、除去らないと、もう一生ゲインされるんで、かなりね、これ厄介ですよね。いや、結構この BG 面白いですね。ライフゲインシナジーがめちゃくちゃ豊富。さあ、ただここは火力で、毒殺者を焼いていく。うん。これは、一旦まあ除去るしかないですね。さあ、3点を支払って、66を1体除去っていく。まあ、4マナ目の土地があればね、
コウモリ出しながらっていう感じになったんですが、さあさらに6点。だいぶ痛くなってきましたね。いや、4マナ目が欲しい。4マナ目引かず、ちょっとこれは危ないか。お、ラッキーですね。さあドラクサウルス、手札からも抜いていく。ただ、相手これミスラランドあるんで負け確ですが、ただ相手もこれはミスっていく。これはワンチャンできましたね。ただ土地を引かない。かなりきつい。まあ完璧なプレイはね、絶対に、まあずっと続けるっていうのは無理なんで、まあ上手いプレイヤーでもね、ミスることはあるんですが。さあ、これ、まあ一応3点ゲインができるんで、相手が除去を引いていなければ、ワンチャンあるという形ですね。相手ミスラランド起動しない。ミスラランドを忘れてる可能性がありますね、これ。さて。ただ、だんだんと、きつくなっていく。さあ、一貫の終わりで、土頭は抜いていくんですが、これで3点ゲイン。はい、手残り5点まで。さあ、ようやく4マナ目。なんとかなるか、これ。一応除去で、あいつ5砲ってなんだっけ ?5 砲2でしたっけ確か。これは、まあ一応除去があるんですが、まあミスラランドしか除去ることはできない。さあ、ここはワンディスカードして、ミスラランドを除去っていく。止まってきていますが、インスタントスペルはなさそうですが、一番欲しいの来たかもしれない。どっちで行くんだろう。速攻クリーチャーのことを考えると、まあ、特目で行った方がいいか。さあ、5砲2を支払って、クリーチャーを除去りつつ2点ゲインをしていく。はい。いや、なんとか耐えてますね。まあ、2試合目はね、こっちがミスってゲームを落としてしまったんですが、まあ、3試合目に関しては、まあ、相手のミスに助けられている形ですね。まあ、これも MTG ですね。さあ、こうなると、こちらは、まあ、手札はないんですが、使えるカードはね、たくさんあるということで。さあ、そしてライフゲームもしていくことができる。いや、これは耐えましたね。さあ、プラスでディスカード。除去を抜きつつ、これは逆転しましたね、完全に。まあ、結構ね、こんな感じで、負け角でも相手がリエサルをね、逃してくれることも結構あるんで、まあ、投了せずに最後までやり得ではありますね。さあ、肉体ぐらい出してからのリリアナプラス。さすがにここから負けることはなさそうですね。完全にまくっております。ここで投了と。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。